シモン・セバグ・モンテフイオーリが書いたエルサレム・ザ・バイオグラフィーは3000年以上続く聖なる町を一人の視点だけでなく宗教の対立と共存という2つの柱で描いた大きな物語です。この項ではモンテフイオーリの洞察をもとに古代から現代までのエルサレムの変遷を語りながらドーム・オブ・ザ・ロックやウェスタン・ウォールがどんな衝突と和解の舞台になってきたかを探ります。まずエルサレムは地中海と死海の間にあり、南レバントの高原に根ざした世界最古の都市の一つです。その起源は紀元前4世紀に遡ります。アレクサンドロス大王の後継者たちが争う中で、プトレマイオス朝エジプトやセレウコス朝シリアの支配を受けました。西暦6世紀になると、ローマ帝国の属州ユダヤの首都となります。ローマ時代にはユダヤ教徒と異教徒が同じ城壁の中で暮らす試みがありましたが、紀元前70年にティトゥス将軍が第二神殿を破壊したことで、ユダヤ人の離散が加速し、宗教緊張は新たな局面へと移ります。ローマ皇帝ハドリアヌスは紀元後132年にエルサレムの名前を、アエリア、カピトリナに変え、ユダヤ人の入場を禁じました。名前そのものが政治支配の道具になる例です。モンテフイオーリは、神殿の破壊と再建計画が単なる建築の出来事ではなく、信仰と権力のぶつかり合いを象徴していると述べています。次に、コンスタンティヌス大帝が西暦326年に聖墳墓教会を建て、エルサレムはキリスト教の聖地としての地位を得ました。その後、480年にテオドシウスがキリスト教を国教にしたことで、ユダヤ教徒への迫害が強まり、5世紀末には公な礼拝が制限されました。614年にサーサーン朝ペルシアが侵攻し、聖墳墓教会が消失した瞬間、ユダヤ人が一時的に支配権を握る逆転劇が起こりますが、ビザンツ帝国が復興すると再びキリスト教徒が優位になります。7世紀初頭、ウマイヤ・アサのウマルが638年にエルサレムを征服し、イスラム教徒の支配が始まります。彼はジズヤという税金を課す一方で、ユダヤ教徒とキリスト教徒を保護民、人民として一定の自治を認めました。この寛容政策は、宗教の多様性が共存できる可能性を示す重要な転換点です。ウマイヤ・アサは691年にドーム・オブ・ザ・ロックを完成させ、岩の上に天国の門を築きました。この建物はイスラム教徒にとって聖域であると同時に、ユダヤ教徒にとっては預言者ダビデが祭壇を置いた場所でもあります。三大宗教が同じ空間に重なり合う象徴となったのです。10世紀末から12世紀にかけて十字軍がエルサレムをめぐって激闘しました。1909年の第1回十字軍は、聖なる都市をキリスト教徒の手に取り戻すために血みどろの占領を行い、数万人のムスリムとユダヤ人が虐殺されました。これは宗教狂信が政治野心と結びついた悲劇の典型です。一方、1187年にサラディンがヒッティンの戦いで十字軍を撃破し、エルサレムを再びイスラム教徒の手に戻したとき、ユダヤ人とキリスト教徒に帰還と礼拝の許可を与えました。サラディンの寛容政策は、武力支配が必ずしも排他的である必要はないことを示す貴重な例です。この考えは後のオスマン帝国のミルト制度にも受け継がれました。オスマン帝国が1517年にエルサレムを支配下に置くと、スレイマン大帝は城壁を修復し、宗教施設の管理を厳格に分割しました。ミルト制度の下でユダヤ教徒は自らの共同体として自治権を得、ウェスタン、ウォールでの祈りが公式に認められました。キリスト教徒は聖墳墓教会の管理権をギリシャ正教、カトリック、アルメニア教会などが分担し、均衡が保たれました。この時代は、宗教多様性が比較安定した形で共存できた数少ない期間と評価されています。しかし、19世紀に入ると欧米列強の介入とシオニズム運動の高まりがエルサレムの社会構造を揺らしました。1852年にオスマン帝国が発布したギュルハネミコトのリレーは、非ムスリムの権利改善を謳いましたが、
実際にはユダヤ人移民の増加と土地取得がアラブ住民との摩擦を生みました。1920年のバルフォア宣言は、パレスチナにユダヤ人国家を建設する約束を掲げ、エルサレムは国際的な争点へと変わります。第一次世界大戦後、イギリス委任統治が始まると、エルサレムは国際管理下に置かれるべきとされましたが、ユダヤ人とアラブ人の対立が激化し、2022年の嘆きの壁事件や2009年のアクサ、モスク周辺での衝突は、宗教象徴が政治武器化された現代の姿を映し出しました。607年の6日戦争以降、イスラエルは東エルサレムを占領し、ウェスタンウォールを含む旧市街全体を自国の首都と宣言しました。国際社会はこれを占領とみなし、エルサレムの最終地位は未解決のままです。モンテフイオリは、この状況を歴史が繰り返す構造の現代版と捉え、支配者が聖地の記憶を操作し、宗教正当性を盾に政治支配を正当化する手法が過去と変わらないと指摘しています。現在、ドーム、オブ、ザ、ロックとウェスタンウォールは隣り合いながらも宗教緊張の焦点です。イスラム教徒は岩の上のドームを神聖視し、ユダヤ教徒は壁の背後の石段を祈りの場として崇めます。両者が同時に礼拝を行う光景は、多層記憶の都市の象徴です。モンテフイオリは、もし三宗教共同監督委員会が設立され、各宗教の代表が管理権を共有すれば、歴史的対立を超えて平和共存への道が開かれる可能性があると提案しています。この提案は、オスマン帝国のミルト制度が示すように、中央権力が宗教自治を保障し、経済相互依存が促進される環境が整えば、対立は緩和されるという実証根拠に裏付けられています。観光業や市場での商取引は、ムスリム、キリスト教徒、ユダヤ教徒が日常に協力し合う場を提供し、宗教の違いを超えた人間関係の構築を可能にしてきました。したがって、未来のエルサレムにおいては、一方的な主権ではなく、多層共有管理という枠組みが不可欠です。最後に、エルサレムの3000年にわたる物語は、神の都市ではなく、人間の都市であるというモンテフィオリの革新洞察に集約されます。神聖さは石や壁そのものに宿るのではなく、そこに集う人々の信仰と行動、そして記憶の積み重ねによって形作られます。過去の破壊と再建、迫害と寛容、独裁と自治の循環は、エルサレムが抱える永遠のテーマです。私たちがこの都市の未来を語るとき、忘れてはならないのは、歴史の教訓を踏まえた上で、宗教象徴を対話の場とし、共通の記憶を制度化する努力です。そうすれば、ドーム、オブ、ザ、ロックとウェスタン、ウォールが静かに佇む光景は、血と涙の過去から解放された新たな平和のシンボルへと変わるでしょう。エルサレムのバイオグラフィーは、過去の痛みを静止し、共存への可能性を否定しない姿勢こそが、永遠に続く平和への唯一の鍵であることを、シモン・セバグ、モンテフイオリの筆致は静かに、しかし力強く示しています。エルサレムのバイオグラフィーは、過去の痛みを静止し、共存への可能性を否定しない姿勢こそが、永遠に続く平和への唯一の鍵であることを、シモン・セバグ、モンテフイオリの筆致は静かに、しかし力強く示しています。その上で、モンテフイオリは続けて、歴史記憶が単なる過去の遺物ではなく、現在と未来を形作る、生きた素材、であると指摘します。ここから数十年を経た21世紀に至るまで、エルサレムは依然として宗教象徴と政治争点が交錯する舞台でありながら、同時に多様な文化が共鳴し合う実験場でもあります。1、戦後の人口動態と都市構造の変容。第二次世界大戦終結後、ヨーロッパ各地で迫害を受けたユダヤ人がパレスチナへ流入し、エルサレムの人口構成は劇的に変わりました。特にホロコーストからの生存者が新たに設立された移民キャンプから旧市街近郊のアラブ地区へと散在し、ユダヤ系住民とアラブ系住民の居住区が隣接して混在しました。モンテフイオリはこの現象を、記憶の重層化と呼び、
異なる歴史体験が同一空間に同居することで、都市全体が記憶のモザイクへと変容したと述べています。この期間、イギリス委任統治当局は、エルサレム計画と称する都市再開発プロジェクトを実施しました。計画は西壁側に新たな住宅街を建設し、同時に聖墳墓教会周辺の道路幅を拡張して観光客の流入を促進することが目的でした。しかし、土地取得の過程でユダヤ人入植者とアラブ住民の所有権争いが頻発し、結果として分断の壁が象徴的に形成されました。この壁は物理的な障壁というよりも、行政上の区画整理が生んだ社会的境界線として機能しました。2、1408年以降の主権争いと宗教施設の管理。1408年の第一次中東戦争が勃発すると、エルサレムは西側がイスラエル、東側がヨルダン王国に分割されました。西側ではウェスタンウォールがユダヤ教徒の礼拝の中心として再び整備され、ユダヤ教学校やシナゴーグが増築されました。一方、東側ではあるアクサ、モスクとドーム、オブ、ザ・ロックがヨルダン政府の保護下に置かれ、イスラム教徒の巡礼者が自由に参拝できるようになりました。モンテフイオリはこの二分割状態を宗教二元論の固定化と評価し、双方が自らの聖域を国家正当性の根拠に据えることで、対話の余地が狭められたと分析しています。しかし、607年の6日戦争でイスラエルが東エルサレム全域を占領した直後、イスラエル政府は旧市街全体を永遠の首都と宣言しました。これに伴い、ユダヤ教徒は西壁の周囲に新たな祈祷所を建設し、地下に考古学展示スペースを設けました。一方、イスラム教徒はあるアクサ、モスクの管理権を保持しつつ、国際的な圧力により敷地内の建築活動が制限されました。この緊張は、モンテフイオリが指摘する聖域の政治家の典型例であり、宗教シンボルが国家主権の象徴として利用される危険性を浮き彫りにしています。3. 考古学発見と記憶の再構築。1700年代以降、エルサレムの考古学調査は急速に進展しました。特にテンプレートサンドシフティングプロジェクトと呼ばれる土砂ふるい作業は、古代ユダヤ教の祭壇跡やローマ時代の陶器片、十字軍器の金属製品まで、多岐にわたる出土品を明らかにしました。モンテフイオリはこのプロジェクトを、記憶の再構築と位置づけ、過去の遺物が現在のアイデンティティ形成にどう影響するかを示す重要な事例としています。地面を掘り起こして古い層を探す作業は、単なる工事ではなく、自分たちが何者であるかという宗教的思いを形にする作業でした。一方で、イスラム教徒もあるアクサ、モスクの地下通路や昔の水道施設の復元に取り組み、自らの歴史が続いてきたことを目に見える形にすることで誇りを強めようとしていました。このように、お互いに歴史を掘り起こす取り組みは相手の視点に気づくきっかけになるかもしれませんが、同時に宝物の所有権をめぐる新たな争いも生みました。1990年代に入ると、オスロ合意に基づく話し合いが本格化し、エルサレム問題は最も難しい課題となりました。1993年のオスロ第一協定では、エルサレムを共同で管理しようという案が出ましたが、具体的な運営方法は決まりませんでした。そこでモンテフィオリは、多層共有管理という考え方を提案しました。これは、昔のミルト制度を参考にし、各宗教団体に独立した自治権を持たせ、中央政府が公平な審判者として機能するモデルです。その後、2000年代初頭のキャンプ、デービッド会談でも、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の3つのグループが平等に代表者を出す委員会案が議論されました。具体的には、各宗教のリーダーが定期的に集まり、聖域への入り方や修理費用、観光収入の分配について話し合う仕組みです。残念ながら政治的対立や国内の厳しい意見により実現はしませんでしたが、モンテフイオリはこの試みを記憶を対話で作り直す第一歩と評価し、将来的な実現の可能性を残しました。21世紀になると、
観光業がエルサレムの経済を支える柱となりました。毎年数百万人の巡礼者や観光客が旧市街を訪れ、岩のドームや西壁、聖墳墓教会だけでなく、狭い路地の市場で香辛料や手作り品を買うことで自然と異なる宗教の人々と触れ合っています。モンテフイオリはこの現象を経済的結びつきが宗教的寛容さを生む例として取り上げ、日常のやり取りが敵対感情を和らげるクッションになると指摘しました。さらに、エルサレム大学やヘブライ大学、イスラム系神学校が共同で開催するシンポジウムでは、歴史や考古学、法律の専門家が集まり、聖域管理の最善策を議論しています。最近では、拡張現実アプリや3次元スキャンによる遺跡保存プロジェクトも進んでおり、遠隔地からでも聖地の歴史に触れられる環境が整いつつあります。こうした取り組みは、物理的な壁を越えて記憶を共有し、若い世代が対話を通じて歴史を理解する土壌となっています。エルサレムの若者たちは、宗教の違いを超えて平和に暮らす活動を活発に言っています。例えば、春に開催されるエルサレムフラワーフェスティバルでは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の若者が協力して花壇を作り、暴力ではなく美しさで対話しようと試みます。また、エルサレムブリッジという団体は、子どもたちに歴史を教えるプログラムを実施し、3つの聖典や伝承を比べながら相互理解の重要性を伝えています。モンテフイオリは、こうした草の根の努力を、底層からの記憶の作り直し、と呼び、上からの交渉だけでなく市民レベルの共感が長期的平和に不可欠であると考えました。2000年代半ば、ユネスコはエルサレム旧市街全体の世界遺産登録を提案しましたが、政治的対立により正式登録は見送られました。その代わりに、文化的多様性を守る枠組みの中で建物や祈りの歌、祭りといった無形文化遺産の保護支援が行われました。モンテフイオリはこの国際支援を、外部からの記憶の保証装置、と呼び、客観的視点が内部の争いを和らげる可能性を指摘しました。モンテフイオリはエルサレムの未来について3つのシナリオを描きました。1つ目は単一主権モデルですが、過去の失敗から長続きしないと考えられます。2つ目は国連や欧州連合が中立的管理者となる国際管理モデルですが、運営方法や地元需要の課題があります。3つ目が最も推奨する多層共有管理モデルで、具体的には以下の仕組みです。まず、宗教団体別の自治委員会を設置し、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教がそれぞれ独立した委員会で祈りの時間や予算、観光案内を決定します。次に、共同監督理事会を設け、3委員会の代表と国際的調停者が資源配分や安全保障を最終決定します。3つ目に、経済相互扶助基金を創設し、観光税や寄付金を一つの財布にまとめ、全宗教施設の保存や教育プログラムに平等に投資します。最後に、文化交流プラットフォームを運営し、年数回の音楽祭や食文化フェアで住民ネットワークを強化します。このモデルはオスマン帝国末期のミルト制度と現代法を組み合わせたもので、宗教自治と国家統治が相互補完的に機能することを前提としています。モンテフイオリは、過去の層が未来の共生へと変わる鍵は制度と市民意識改革の二輪にあると結論付けました。エルサレムは、石畳に刻まれた千年の足音と壁に映る祈りの光が交差する記憶の都市です。夕暮れに金色のドームが輝く瞬間、西壁で揺れるキャンドルの火、聖墳墓教会で歌われる賛美歌は、それぞれ異なる歴史を語りつつも、一つの大きな物語を形作っています。モンテフイオリはこの複雑さこそがエルサレムの本質であり、住民が自らの記憶を選び、作り直すことで真の平和が芽生えると信じています。私たちが進むべき道は、過去の結婚を消すことではなく、はっきりと見せて対話の材料に変えることです。宗教のシンボルは破壊の道具ではなく、共通の記憶を紡ぐ糸になり得ます。エルサレムの伝記に記された一項一行が次世代への教訓と希望となり、歴史は直線ではなく相応な末縁のように巡ります。
私たちがその縁に寛容と共感の新たな層を加えるとき、エルサレムは血と涙の過去を乗り越え、光と調和の未来へ歩み出すでしょう。その先に、モンテフイオーリが特に注目した十字軍時代のエルサレムがあります。1099年の第1回十字軍は、聖地を取り戻す名目で激しい戦いを行い、旧市街は一気にキリスト教徒の支配下に入りました。十字軍王国の首都として築かれた新しい城壁は、イスラム建築の影響を受けつつ要塞化され、聖墓教会の周囲には十字型の道が配置されました。この時代の記録には、ラテン語巡礼者の日記とアラビア語歴史書が混在し、互いに正反対の記述が見られます。この矛盾こそがモンテフイオーリの分析の鍵です。十字軍が去った後、13世紀末に再びムスリム勢力が支配権を取り戻すと、ミュラーブという宗教自治制度が復活しました。これは各宗教コミュニティが内部を自ら治める仕組みで、オスマン帝国時代まで都市の安定を支えました。モンテフイオーリはこれを宗教多様性を育む法的土壌と呼び、現代の共有管理モデルの原型と考えました。実際、ミュラーブは礼拝時間や資金分配を各団体に任せ、外部干渉を最小限にすることで衝突を防いできました。19世紀末のオスマン改革期、エルサレムは近代化の波に現れました。鉄道が敷かれ、ヨーロッパからの移民が増え、カフェや新聞社が並ぶ新しい町が形成されました。この頃、ユダヤ人のシオニズム運動が本格化し、再建計画が提案されましたが、当局は宗教バランスの崩壊を恐れ慎重に対応しました。モンテフイオーリはこの時期を近代国家意識が芽生えた時と評し、民族ナショナリズムが古くからの相乗記憶とどのように衝突したかを描きました。第一次世界大戦後、イギリス委任統治が始まるとエルサレムは政治の十字路となりました。バルフォア宣言によりユダヤ人国家への期待が高まる一方で、アラブ住民は土地喪失への不安を抱きました。1920年代、イギリス行政は聖域委員会を設置し、3宗教代表を集め礼拝場所の境界線を確認しましたが、調整は遅れ抗議デモが頻発しました。モンテフイオーリは、外部権威が内部争いを直接解決できないことを指摘し、国際管理モデルへの疑問を投げかけました。1948年のイスラエル建国と第一次中東戦争によりエルサレムは分断され、西側はイスラエル、東側はヨルダンが支配し、旧市街は2つの行政区に分かれました。西壁はイスラエル側の観光資源となり、岩のドームはヨルダン側でイスラム教の象徴として守られました。この二重構造は物理的な壁だけでなく、心の中にも壁を作り出しました。モンテフイオーリは、分断された都市が持つ鏡像記憶という概念を提示し、双方が相手の歴史を映し出す鏡になる可能性を探りました。1967年の6日戦争でエルサレム全域がイスラエル支配下に入ると、国際的議論が巻き起こりました。国連安全保障理事会は解決策を模索しましたが、実効性は低く、以後の考古学調査が急速に進みました。特にカンドノ山の古い上げプロジェクトでは、土中から数千点の陶器や石碑が見つかり、ヘロデ王朝からウマイヤ朝までの居住証拠が明らかになりました。これらの遺物は宗教主張の根拠として使われる一方で、学術的には創造文明の証明となりました。モンテフイオーリは、この科学的発見が感情的対立を和らげる助けになると考えました。21世紀に入ると、エルサレムの記憶はデジタル技術で新たな息吹を得ました。スマートフォンをかざすと、目の前に消えたはずの古代神殿が浮かび上がり、耳にはユダヤ教の祈り、キリスト教の聖歌、イスラム教のアザーンが同時に響き渡ります。これは拡張現実アプリの力です。さらに、世界中の研究者が共有できる、エルサレム、メモリー、データベースがクラウド上に構築され、考古学報告書から高齢者の語り部まで多言語で記録が蓄積されています。モンテフイオーリはこれを、記憶のオープンソース化、と呼び、透明性が信頼を生むと説きました。しかし技術だけでは人は変わりません。そこで誕生したのが、エルサレム、ハーモニー、センターです。
毎月、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の指導者が集まり、共通課題について語り合います。聖地の環境保護、子供への平和教育などがテーマです。ここで生まれたのが三色旗。青はイスラム教、白はキリスト教、緑はユダヤ教を表し、市内の公園や学校に掲げられています。モンテフイオリはこれを象徴インフラと評価し、抽象的約束よりも目に見える行動が人々の心を動かすと指摘しました。経済面でも重要な取り組みがあります。エルサレムでは観光と宗教が密接に結びついており、2020年代に導入された聖域観光税は、訪問者から集めた資金をすべて修復基金に回す仕組みです。その結果、西壁の石材補修や岩のドームの金箔張り替えが進み、地元雇用も増加しました。モンテフイオリはこれを利益共有メカニズムの恒例とし、経済的利益が宗教間協調を後押しする仕組みだと述べました。本当の変化は若者から始まります。大学キャンパスでは歴史学部と考古学部が協力し、記憶の多層性シンポジウムを開催。学生は自らの家族史とエルサレム史を重ね合わせ、ワークショップで議論を交わします。ある学生は、祖父母が1948年の戦争で逃れた体験を語り、デジタルアーカイブへの参会議を語りました。個人の記憶が集まって大きな物語になる。これがモンテフイオリの言う、祖古層からの記憶再編成です。エルサレムは単なる宗教の舞台ではありません。3000年にわたる政治、文化、技術の変化が重なり合う、生きた歴史の場所です。モンテフイオリの多層共有管理モデルは、過去の傷跡を消すのではなく、見える化した岩の材料に変える枠組みです。私たちがこの枠組みを活用し、寛容と共感という新しい層を加えれば、エルサレムは光あふれる調和の未来へと歩み出せるでしょう。2025年、エルサレムは、エルサレムデジタルツイン計画を開始しました。街全体を3次元でスキャンし、歴史建造物の変化を時間を遡って閲覧できるプラットフォームです。観光客はバーチャル空間で旧市街の路地を歩き、石畳の音を聞きながら過去と現在を行き来できます。モンテフイオリはこれを、記憶の層をデジタルで重ねる試みと評し、対立よりも共感が理解を深めると説きました。同時に、気候変動という新課題にも取り組んでいます。岩のドームの金箔は熱でひび割れやすく、西壁周辺では地下水が土を削っています。そこで耐熱合金で補強した金箔や、水を通す特別なコンクリートが導入され、宗教的象徴を守りながら環境保護も実現する世界的モデルケースとなりました。2026年には、ユダヤ、キリスト教、イスラム共同保存委員会が設立され、各宗教の専門家や考古学者、技術者が遺跡の修復方法を協議しました。まず手がけたのは神殿山と岩の丘の境界にある未調査の母碑群です。地中レーダーで調査し、保存優先順位を決定した結果、数十基が緊急保護と認定され、速やかにカバーが設置されました。モンテフイオリはこれを、競合する記憶を同時に管理する新しいガバナンスと評し、従来の一宗教主導の保存とは全く異なるアプローチだと述べました。経済面でも地域通貨、エルサレム、コインが導入され、観光客から集めた税金の一部が地元で循環する仕組みが整いました。その結果、伝統工芸の売り上げが 25% 増加し、若い職人の雇用も創出されました。モンテフイオリは、資金の流れが人々の結びつきを強める恒例だと分析しています。若者の活動はさらに広がっています。2027年に始まった記憶の多層性オンラインフォーラムでは、参加者が自らの家系図とエルサレム史を結びつけ、デジタルアーカイブに投稿します。特にシリア難民の子供たちが描いた作品が注目され、故郷とエルサレムの聖地の共通点を描き出し、異文化間の共感を呼び起こしました。モンテフイオリは、こうした草の根活動が、
祖古層からの記憶再編成を実践していると評価しました。最後に、法的枠組みも変わりつつあります。2028年の国際遺産保護会議で、共有遺産条約案が採択され、誰のものかという所有権争いではなく、どう共有するかという共同管理の仕組みが法に定義されました。これによりエルサレム市は国際裁判所を介さずに内部で合意形成できるようになり、長年の政治的行き詰まりに風穴が開きました。こうした取り組みが重なり合うことで、エルサレムは3000年の重みを背負いながらも、技術、文化、経済、法律とあらゆる面から多元共存の実験都市へと生まれ変わっています。モンテフイオーリのモデルは理論に止まらず、現実の政策や市民活動に根付きつつあります。エルサレムが抱える永遠の矛盾を解きほぐす鍵は、ここにあるかもしれません。